お疲れ様です。いつもご視聴いただきありがとうございます。ゆちチャンネルのゆうと申します。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心としたカーライフ関連のラジオ動画をどこよりもゆるく配信してますので、よかったらですね、チャンネル登録お願いします。ということでですね、早速なんですけど、前回の話の続きをさせてもらおうかなと思ってます。この動画をですね、初めてご覧になられる方は、ぜひ過去動画、レクサスオーナーの知られざる過去、第1章の動画をご覧ください。その方がね、よくわかるかと思いますので、前回の動画ではですね、最終的に精神科へ入退院を繰り返す部分まではお伝えしたかと思います。今回はね、その続きとなります。それでですね、ところで皆さん、精神科の病棟の中って実際見たことあります？多分ね、そんなにいないんじゃないかなと思うんですけど、もうね、マジですごいんですよ。僕が入院したところがたまたますごかったのか、ちょっとね、その辺はよくわからないんですけど、最初に入院した病棟は、まだね、そこまで重度の病棟じゃなかったんで、最初は良かったんですけど、もうね、2回目に入院した時はね、もう本当にひどくって、ちなみにね、その2回目の入院は、ダイブトゥーリバーした後なんですけど、で、ここからね、ちょっと汚い話しますよ。いいですか？お食事の方は、本当マジでごめんなさいね。まずね、病棟の中の匂いがもうね、おしっことかうんこのね、混ざったような匂いがね、もう常にしてましたね。で、初めはね、なんでこんなくっせえんだって思って、もうここの病棟換気とかしてねえのって思ったんですけど、もうね、そこで自分が入院生活してみて、理由がね、分かりました。で、僕がね、そのダイブトゥーリバーした後の入院した病棟は、重度の知的障害者さんだったり、重度の身体障害者の方、もしくはその両方が一緒に混じってるっていうんですかね、身体障害でもあり、知的障害でもあるみたいな。がほとんどの病棟だったんで、もうね、なんて言うんですかね。ほんとリアルサファリパーク状態。もうここはね、サバンナですかっていう感じで、行ったことないですけど僕は、もうね、ここはね、リアルサファリパークじゃないかっていう風にね、普通にその辺でタッションしてたりしますし、もうなんだったらね、観葉植物の土の上にね、もううんこがね、してある状態なんですよ。もうこれ誰に備えてんのっていうぐらい。もうやばくないですか？もうほんとね、ちょっと待てーって思いました。もうね、犬や猫じゃないんだから、もうね、当たり前のようにね、その辺でね、すんなよって思ったんですけど、病気だからそれは仕方ないとは思いますけど、でね、時にはね、もう大声で叫びながら、もう全裸でフロアを徘徊する若き青年も現れますし、もうね、ちょいちょいちょいと、もうリアル進撃の巨人かよって。もうリアル貴公子出たやないかいと思って。しかも看護師さんもそんなのね、もう日常茶飯事じゃないですよ。毎日当たり前のことなんで、もうね、全然ね、掃除とかね、してくれないんですよ。もう普通にね、おしっこを取る尿取りパッドとかね、廊下とかトイレに落ちてますし、でね、毎日ね、そんな感じなんで、もう病棟の中にね、匂いがね、こべりついちゃってて、多分換気してもね、もう取れないんだと思います。で、それだけじゃないんですよ。入院してる方たちは、やっぱりね、言っちゃ悪いですけど、もう、おかしい人たちばっかりなんでね、なんて言えばいいんですかね。とりあえず、何言ってるか、わけのわかんない人とか、話しかけてはくれるんだけど、もう話してる内容がわけわかんなかったり、で、一見ね、この人、ちょっとまともな話できる人なんかなと思って、一通り話した後に、ね、看護師さんとかに、あの方がこうやって言ってみえたんですけど、みたいな事実確認してみると、あの方の言ってることほとんど嘘だから、みたいな、作り話だよ、みたいな。もうね、そういう作話癖、虚言癖がある人だったりとかね、もう、ほんとね、申し訳ないんですけど、もう普通に世間話がね、できる人がね、病棟に全くいないんですよ。で、僕も、精神的にね、おかしくなってるから、そこに入院しているわけで、ほんとね、人のことは言えないんですけど、そんな僕ですらね、あの環境にいるのがね、耐えられなくて、結局ね、入院中にね、もうブチギレちゃって、同じね、病棟の人をね、ちょっと一回投げ飛ばしちゃって、で、そのままね、他の病棟にね、また移ることになったっていう過去があります。もう耐えきれなくてストレスで。で、それで、ここからが本題なんですけど、僕がね、どういう経緯で橋からダイブトゥーリバーしたのか、自殺未遂をね、
したのかっていう話なんですが、1回目の入院をして、その後一時退院となって、また自宅で療養することになったんですよ。で、12月半ばの寒い冬の、あれは昼間でしたね。今でもはっきり覚えてます。で、頭の中にね、誰かがね、話しかけてくるんですよ。そんなこと皆さんないでしょ？今までそういった経験。僕もなかったです。この時までは。でね、誰かがね、囁くんですよ。頭の中で。もうお前死んだ方がいいよ。誰かがね、言ってんですよ。自分にしか聞けない声で。もうお前死んだらもう楽になれるから。てかなんで生きてるのみたいな。もう早く死んで楽になればいいじゃん。みたいな。そういう感じの囁き声がね、頭の中に入ってくるんですよ。心霊現象ちゃいますからね。マジで頭の中にこういったのがね、流れてくるんですよ。でね、そうなんです。で、これが幻聴っていうやつらしいですね。僕も初めての経験でしたし、もう心もね、ボロボロの状態だったんで、で、その言葉に惹かれるように橋までね、こう歩いて行きました。で、そして、サンダルをね、橋の上で脱いで、柵を乗り越えて、で、そのまま川に飛び込んだっていう感じですね。でね、結構ね、その橋、車通りがね、交通量多い橋だったんで、多分ね、誰か見てたかもしれないですね。もうほんとね、見た人はね、おいおいと思ってね、恐怖しかないですよね。ほんといいとばっちりかなと今では思います。もうマジでね、もうほんと見られた方ね、申し訳ないなと思います。何やってんだろうと思いますもんね、普通見たらあんな、真冬のね、クソ寒い中。でね、それで、なんでね、そこで運よくね、僕川からね、そんな30メートルぐらいの高さですよ。飛び降りて、なんで助かったのかっていうと、気になりますよね。で、その時、運よく悪くどっちかわかんないですけど、川の水量がね、冬場でちょっとまだ少ない時期だったんですよ。晴れの日が続いてて。で、飛び込んだところがたまたま比較的ね、川底がね、浅くって、で、その落ちた衝撃で、体がね、もうズボッともちろん入るじゃないですか。川の奥深くまで。で、川底に叩きつけられたんですよ。落ちた勢いで。で、その落ちた勢いで、ファって我に返って、やっぱり死にたくないって思ったんです。生きたいって思ったんですよ。で、そこで自分の本当の気持ちにファって気づいて、で、必死に流されながら岸まで泳ぎました。もう今まで生きてきた中で一番頑張って泳いだんじゃないですかっていうぐらい泳ぎました。もう水泳の授業の100倍ぐらい頑張りました。で、スウェットはね、もう水吸いまくってて、マジでね、体重たいから自由に動けないですし、で、体中ね、叩きつけられてるから、もう痛いのなんのって、でももう溺れそうで必死だし、で、マジで冷たいんですよ、冬場の川って。もうめちゃくちゃ冷たいんです。で、それで、必死の思いでね、岸までたどり着いたんですけど、たどり着いたのはいいんですけど、でもね、体はもう冷え切ってますし、もうどうやってもね、体がね、動かないんですよ。自分が動かそうとしても。で、そのまま力尽きて、横たわってしまったんです。で、もうその時にはね、もう横たわる時には意識もなかったです。そこから記憶がないです。で、自分が気づいた時はもう病院のね、ベッドの上で、隣で母親が泣いてたのを覚えてます。でね、ほんとね、親不幸なことしたなぁと思いました。で、後々聞いてみたら、たまたまね、そこを散歩で通りかかった人が僕を見つけてくれたみたいで、で、それで慌てて救急車を呼んでくれたそうです。でね、結果、腰の骨がね、しっかり折れてまして、ほぼ寝たきりみたいな状態ですよね。ということでね、ここまでが、ダイブトゥーリバーをした、自殺未遂をした経緯となっております。でね、この後ね、まだまだね、うつ病との壮絶な戦いはね、続くんですよ。その自殺未遂して腰の骨を折って、救急車で運ばれて、一命取り留めて、一旦ね、もうほぼベッドで寝たきりみたいな状態で動けないですからね。入院する生活が始まるんですけど、でも、うつ病自体は全く完治してないんで、結局ね、この後も、まだまだね、壮絶な戦いは続くんですよ、病気との。で、このままね、またお話ししていくと、どんどんね、時間が長くなっていってしまうので、今回はここまでとしてですね、この後の、びっくり展開はね、次回お伝えしようかなと思います。
予告編としてですね、今少しだけカミングアウトするのであれば、僕はね、病院を2度脱走します。で、警察も動きます。結構大惨事な状況になりました。この話はね、また第3章でお話ししようかなと思いますので、今回はね、この辺りで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この先のね、展開が気になる方、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけたらなと思います。こういう状況の中、どうやってね、ここまで回復したのか、その方法はですね、第3章、第4章でお話ししていこうかなと思いますので、またね、楽しみに待っていただけたらなと思います。今現在ですね、僕と同じうつ病とか精神疾患で苦しんでいらっしゃる方、もしこの動画見られたらですね、僕もね、同じ気持ちよく分かっております。実際に僕も自殺未遂をしてますし、闘病2年半ぐらい賞味かかりましたかね。そのぐらいすごく苦しんだので、その気持ちはね、重々よく分かっておりますので、そういった方もですね、この僕の動画を見てですね、少しでも前向きに一歩治療に向けて踏み出していただけたらとても嬉しいかなと思いますので、一緒にね、頑張っていけたらなと思います。それでは明日もお仕事頑張っていきましょう。ではでは、さようなら。